皆さんこんにちは。今日はフランスの全く異なった4つの Airbnb のアパートを見てみたいと思います。まずはパリから行ってみましょう。Airbnb のアパートについてまず自分がやっていることは換気になります。その日の朝までどういった人たちが泊まっていたのか分かりませんので、まずドアを全開にして換気扇があるところは換気扇もフルに回しておきます。さて Airbnb の部屋の種類なんですけれども、大きく分けて2つありまして、1つ目がホテルやペンションなどが所有しているもの、2つ目は個人が所有しているものとなります。そして個人が所有しているものの中では、オーナーが日頃使っているアパートを提供しているもの、それからレンタル用に専門に提供されているもの、それから3番目が個人の家の1部屋をレンタル用に貸してくれているところもあります。ここは所有者が日頃使っているアパートを提供しているタイプです。ということで、生活に必要なものがすべて揃っているとても理想的なアパートです。ただしベッドが身長168センチの自分にとっても短すぎるぐらいなので、体を斜めにして寝ないといけません。次に換気の後はトコジラミ、南京虫のチェックです。マットレスを持ち上げて虫がいないか、また血の跡がついていないかどうかを確かめます。旅行中はいつもアルコールのスプレーを持ち歩いてますので、それで便座の消毒をします。レトロの香りがする健康タオルも持ってきています。さすがにオーナーが日頃使っているだけあって、こちらの台所は非常に使いやすいものになっています。自分が2週間前に置いてきた醤油もまだ残っていました。アパートの食器なんですけれども、前回泊まっていた人がどれだけきれいに洗ってくれたかによってかなり差が出てきます。ということで、自分は使いそうな食器を集めて最初に全部洗っておきます。イギリス人の一部の人たちは洗剤がついたまま乾かす習慣があるので、やはり念のために洗っておく方がいいと思います。で、洗ったものは別にしておいて、引き出しに入れたり棚に戻したりしない方が分かりやすいと思います。でも皿なんかはスペースを取るので、このように棚に戻してペーパータオルで、このペーパータオルより上が綺麗なものと印をつけておいた方がいいかと思います。次はフランス第3の町リヨンに行ってみましょう。今回はリヨンの旧市街地区、世界遺産の地区に泊まります。古いガタガタの螺旋階段が急で、荷物を持って上がるのが大変でした。最終日にはこの階段が欠けたところで滑り落ちてしまいました。部屋の外には小さなバルコニーもあって、喫煙をされる方にはちょうどいいかもしれません。
キッチンのカウンターの下に洗濯機が隠れていました。こちらはパリのアパートと大違いで、最低限のものしかありません。たまには最低限のものもありません。食器洗い機ということで喜んで使っていたら、水が噴き出してきて床がびしょびしょになって大騒ぎになりました。パリのアパートと違って乾燥機がないので物干しを使います。こちらでも洗った食器は別にしておきます。Airbnb ではホテルと違って滞在先を出る時の掃除も大切になってきます。と言いますのも、宿泊者の評価もされて、その評価が悪いと将来泊まれなくなるということもありえます。自分の場合は一番最初に部屋に入ったら写真を撮っておいて、その写真のように部屋を整えてから立ち去るようにしています。次はフランス第2の都市マルセイユになります。マルセイユではフランスで最も古い地区のすぐ横に泊まりましたが、建物自体は近代的なものでした。ここもオーナーの人が実際には住んでいないところなので、日頃の生活に必要なものが欠けているものが多いところでした。バルコニーなどもあって、ドアや窓が全開にできるので換気もとても簡単にできました。IH のコンロは行く先々で微妙に違うので、慣れるまでが大変です。こんな風に変なところを押してみたりもします。綺麗なフライパンだと思って喜んでいたら IH に反応しないタイプのフライパンでしたので使えませんでした。ということで、こちらのフライパンは OK でした。さて、ここではキッチンペーパーがないので買いましたし、シャンプー、リンスがあると書いてあったのになかったので、またこれも買いました。また洗濯機はあるけれども洗剤が置いてないので、それも買う羽目になりました。さて、最後はノルマンディーの田舎町エトルタになります。白い崖の美しい海岸線で知られる町ですけれども、ここに2週間滞在しました。こちらはバケーションレンタルをやっている会社が所有するアパートです。漁師さんの家を改造したものなんです。台所以外は全て2階にありますけれども、全てシンプルで、いかにも旅行者向けのアパートだなという感じがします。
でもちゃんとカレーライスが作れるぐらいの調理器具はありましたので不自由はしませんでした。自分はいつも旅行中に緑茶を飲むので茶こしのようなものを持ち歩いています。一口に Airbnb といってもいろんなタイプの部屋がありますね。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。